皆さん、こんにちは、エマです。優しい日本語でお届けする日本文化ポッドキャストへようこそ。皆さん、今日もいかがお過ごしですか？私が住んでいる町は、今日とっても天気がいいです。すごく暖かくて、ポカポカした気温です。皆さんの国では晴れていますか？それとも雨が降ったり、雪が降ったりしていますかね？今日も皆さん一日元気にお過ごしくださいね。そして今日のポッドキャストでは性格についてお話ししていきます。皆さん、性格って何かわかりますか？性格っていうのは皆さん一人一人がどんな人なのかということです。例えば皆さんから見て私はどんな性格ですか？どんな人ですか？そして皆さんの性格はどんなのですかね？今日のポッドキャストではある日本文化と一緒に性格についてお話ししていきます。それは血液型です。血液型。A 型、B 型、AB 型、O 型といった血液型がありますよね。日本ではこの血液型がその人の性格、その人のイメージにとってとても大切なんですね。今日はこの血液型と性格の関係についてお話ししていきます。それでは今日も早速始めていきましょう。では早速お話ししていくんですけど、まず皆さん、性格診断って聞くとどんなものが思い浮かびますか？きっとたくさんの方は今いろんな国でたくさんの国で人気な MBTI が思い浮かんだ方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私自身も今日紹介する血液型の性格診断よりも実は MBTI を信用しています。MBTI の方が正確性、その人の性格やその人のイメージを正しく、判断しているかなっていうふうに思うんですね。これはなんでかというと、最初にも言った通り、血液型って4つですよね。A 型、B 型、AB 型、O 型。でも MBTI ってすごく数が多いですよね。しかもしっかりと自分で簡単なテストをして、それでどの MBTI なのかが判断されますよね。なので、個人的には MBTI の方が正しいんじゃないのかなって、正しく人の性格を表してるんじゃないかなって思うんです。でも、日本文化として、日本では血液型の診断がとっても主流なんですね。MBTI ももちろん最近は人気だけど、昔は特に MBTI が広がる前は全部血液型で判断されていました。この人は A 型だからどんな性格だよ、どんなイメージだよとか、この人は AB 型だから、この人は O 型だから、そういったイメージがあったんですね。今もこういった風に血液型で判断されることはとても多いです。なので皆さんきっと日本に旅行に来た方だけじゃなくて、日本で留学している方、日本でお仕事をしている方、きっとね、皆さん一度はみんな血液型って何型って聞かれたことあるんじゃないでしょうか。きっとね、皆さんにとったら、なんで血液型聞いてくるんだろうって思った方もたくさんいらっしゃると思います。では今からそれぞれの血液型がどんなイメージがあるのか、この血液型はこうだよ、どんな風に考えられているのか、そういったことについてお話ししていくので、ぜひ皆さんの血液型とイメージが合っているか、マッチしているか、そういったことについて少しね、考えながら楽しんでいってもらえると嬉しいです。
では、まず A 型から見ていきます。まず A 型というと、2つすぐに挙げられるものがあります。これは真面目と几帳面です。几帳面。この2つが一番最初に思いつくことが多いんですね。真面目っていうのは、よく使われる言葉なんですけど、几帳面っていうのは、わかりやすく言うと、丁寧ということです。例えば、仕事を丁寧にこなす。仕事を丁寧にすること。あと、勉強もしっかり丁寧に一つ一つ終わらす。それとか、几帳面な人は、部屋が綺麗なことが多いです。部屋が片付いているんですね。そういった人のことを几帳面と呼びます。そして A 型の人は、周りの人にとても優しくて、気遣いができるんですね。誰か困っている人がいないかなとか、困っている人を見たらすぐに助ける。そういったのが A 型の、長所と言われることが多いんですけど、なのでその分逆にね、そうやって気配りができる相手のことをたくさん考える分、自分のことをあんまり出すのが苦手なんですね。心を開くこと、すぐに人と仲良くなったりするのが難しい。そういった風に言われるのも A 型のイメージです。そして次に B 型を見ていきます。B 型といえば、マイペースが挙げられます。マイペース。これは自分のペースでいろいろする人ですね。自分のペースで勉強をする。自分のペースで仕事をする。あんまり人に合わせないんですね。でも、この B 型の人は A 型の人と反対ですぐに人とね、仲良くなれる。自分の心をすぐに開くことができる。そういった風に言われることが多いです。なので結構人との関わりが得意なんですね。そういったのが B 型のイメージです。そして次に AB 型を紹介していきます。AB 型。この AB 型の人たちは一言でミステリアスと表されることが多いです。ミステリアス。少し簡単に言うと何を考えているかわかりにくいんですね。その人たちは何を考えているのか、私たち傍から見ると、他の人から見るとわからないんです。でも人当たりがいい。とても人に優しいので、すごくモテるんですよ。人当たりはいいけど、でも自分のことはあんまり何も言わないし、そして相手にも興味がない。つまり何を考えているかわからないんです。なので、この人ってどんな人なんだろうな。そんな風に魅力的に映る人がとてもとても多いです。なので AB 型はモテる、人から好かれるという風に言われています。そして次に O 型を見ていきます。O 型というと、一番最初にすぐに挙げられるのは大雑把ということです。大雑把。これは一番最初のイメージとしては、あんまりいいイメージじゃないんですね。大雑把っていうのは簡単に言うとルーズなことです。あんまり細かいことを気にしないんですね。例えば、友達との約束も遅れちゃうとか、仕事もいい感じに適当に終わらしちゃう。そういった風に大型の方たちって考えられがちなんです。そういったあんまり良くないイメージがまず最初に浮かび上がってしまうんですね。でも、大型の人もすごくいいところもいいイメージもあります。これはどういうことかというと、コミュニケーション力がとても高いということです。コミュニケーション力は違う言い方にすると社交性と言われるんですけど、とてもとても社交性が高いんですね。いろんな人と仲良くできる、コミュニケーションが得意な方が多いというふうに言われています。そして他にも大型の人はロマンチストな人が多いというイメージも持たれています。例えばサプライズで人を喜ばせることが好き。
サプライズでプレゼントをあげたり、人に喜んでもらえるようなこと、驚かせるようなことをするのがとても好きな人が多いんですね。そういった風なイメージを持たれているのが O 型と言われています。そして今こんな感じで A 型、B 型、AB 型、O 型、4つのグループ、4つのタイプの性格のイメージをご紹介したんですけど、いかがでしたか？皆さん自分の血液型とイメージを比べてみて、何かここは違うとか、ここ合ってる、そんな風に思った方、たくさんいらっしゃると思います。なんですけれども、私的には最初にも言った通り、あんまり信用していなくて、もちろん日本文化としてはとてもとても面白いと思います。友達との会話だったり、飲み会でも盛り上がるような話なんですね。とても盛り上がります。楽しいです。でも、どうしても人をそんな簡単に4つの性格に分けるっていうのはとても難しいと思うんですね。だって私、さっき A 型は几帳面って言ったんですけど、A 型の人でも几帳面じゃない人はいるだろうし、そしてすぐに人に心を開くことができる人、そういった人もいると思います。そして逆に O 型の人。O 型の人は大雑把というイメージを持たれているけど、O 型の人でもとてもとても几帳面な人もいると思います。そしてあんまりサプライズとかが好きじゃない、得意じゃないっていう人もいるだろうし、そういった風に、やっぱりそういう血液型で全て判断できるものではないと思うんですね。実際に、血液型はそんな正確に関係ないよっていうのは、研究でちゃんと示されてはいるんですけど、それでも日本文化として残っているんですね。A 型はこういう人、AB 型はこういう人。そんな風に簡単にパッと判断できる。簡単にパッとイメージが思い浮かぶので、いいところもあれば悪いところもあると思います。その血液型診断のね、いいところと悪いところ。でも、やっぱり、日本文化として残っているっていうのは何か大きな意味があるというか、やっぱりみんながそれほど血液型診断を昔から大切にしてきたっていうのは伝わってくると思います。でも私的には今後血液型診断よりも MBTI 診断の方が少しずつ広まってくるんじゃないかなとは思うんですね。やっぱり MBTI の方が種類も多いし、そしてしっかりとテストをして、一つ一つ診断をして、調べるものなので、そっちの方が性格を判断するのはとてもいいと思うんですね。血液型はどうしても体のこと、医学的なもの、お医者さんとか病院とか病気とかそういったものに関係するものなので、性格を判断するっていうのは少し難しいんですけど、でもそれでも日本文化として残っているよ。そういった風に捉えてもらえると、考えてもらえると、とてもとても嬉しいです。では皆さん今日はこんな感じで、血液型と性格のイメージ、私がどういう人なのか、みんながどういう人なのか、そういったものの関連性についてお話ししてみました。いかがでしたでしょうか？楽しんでいただけましたか？そして皆さんきっと私の動画をたくさん今まで見てくれていた方もいらっしゃると思うので、もしかしたらエマさん何型かなとか、エマさんの MBTI って何だろうとか、もしね、よかったら思いついたら、ぜひぜひ当ててもらえると嬉しいです。私がどういった風に見えているのか、すごくすごく気になるので、ぜひぜひ教えてくださいね。では今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。
そして皆さん聞きたい日本文化があれば、ぜひぜひコメント欄で教えてくださいね。ではまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあね。